皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。お手伝いのメタンです。今日は配信者の電卓アプリの履歴画面について説明するのだ。ちょっと操作項目が多いから長くなってしまうわね。チャプター分けしているので興味のあるところだけご覧いただくことをおすすめするのだ。行きましょう。基本操作の画面で説明した通り、画面の右側をタップして表示されたダイアログボックスから履歴を参照、選択すると履歴画面が開くよ。ちょっと回りくどいと思われたらすぐに履歴画面を開くための履歴キーも用意しているわ。履歴キーは出荷時の計算機セットではこだわり電卓に用意されているけれど、カスタマイズでどの電卓にも追加することができるのね。履歴画面は大きく分けて3つのセクションに分かれているよ。上から操作ボタンエリア、履歴一覧、一番下が合計など欄だね。初期状態では全ての計算機からの履歴がまとめてこの画面に表示されているわね。まず履歴項目について説明するね。履歴項目には画面上の行番号、履歴発生日時、操作のためのボタン、履歴を構成する計算項の内容と演算し、その結果が表示されるよ。順番に行きましょう。履歴の行番号は今表示されているリストでの行番号を表すよ。なので絞り込み条件を変更すると行番号の表示も振り直しされるよ。履歴項目を特定する1位の番号ではないのね。履歴の発生日時は見ての通りだけれど、ツイン液晶電卓2行目から発生した履歴の場合、見分けるために日時の後ろに P マークが表示されるよ。これは後で絞り込み条件として使われるので。操作ボタンは次の3つだね。メモボタン、履歴項目にメモを追記することができるよ。自由なテキストを新たに入力することもできるけれど、入力欄をタップすると入力履歴を引いてくることができるのだ。このメモ内容は後ほど検索対象として使えるほか、履歴をクリックボードに貼り付けるときにも出力されるのね。ピン止めボタン、履歴項目をピン止めして履歴画面の上位に表示させることができるよ。あとピン止めしておけば後ほど説明する全て削除ボタンでも削除されなくなるよ。大事な覚えをピン止めしておけるのね。削除ボタン、その履歴項目を削除するよ。特に確認画面は表示されないから注意が必要ね。履歴項目をタップすると操作ダイアログボックスが表示されるよ。一見入力へ転記、アンサー。タップした履歴の計算結果を現在の計算機の入力欄に転記、ペーストするよ。既存の入力内容は失われるから注意が必要ね。一見コピー、タップした履歴をクリックボードにコピーするよ。メールやメモ帳などに適した形式だね。履歴内容は日時と項の内容、計算結果になるのね。そのまま他の計算アプリに貼り付けることはできない形式ね。一見履歴削除、ピン止め、メモの編集については項目に表示されている操作ボタンと同じ動作なので説明を割愛するよ。次に操作ボタンエリアについて説明するね。まず右上のメニューからいきましょう。このメニューの中には履歴の表示順を切り替えるためのメニューと絞り込み条件をクリアするためのメニューが含まれているよ。履歴の表示順を新しい順または古い順に切り替えることができるのね。行番号が変わるわけではないからちょっと分かりにくいかもしれないね。では続いてアイコンの並びの左からいきましょう。一番左のアイコンは履歴内容の選択ボタンだよ。このアプリでは履歴リストは実は4本存在するよ。普通の計算履歴を保持する計算履歴、他に任意のタイミングで記録できるメモリスト1から3だね。メモリストの使い方は別な動画でのご説明になりそうね。次のアイコンは履歴の記録元表示に関するメニューだね。初期状態では記録元表示しないになっているけれど、履歴が発生した計算機の名前を表示するようにしたり、計算機の名前で履歴を絞ることができるのね。ウィジェットというのは何なの？このアプリはデスクトップウィジェットとして表示することもできるので、そのウィジェット動作の時に記録された内容だね。ウィジェット自体についても説明は後回しかしら。申し訳ないのだ。次のゴミ箱アイコンは削除ボタンかしら。そうだね。確認を表示した後に
現在表示されている履歴を全て削除するよ。計算機で履歴を絞り込んで表示していたら、その履歴だけが削除されるわけね。この時ピン止めされた項目はそのまま残るよ。もしもピン止めされた記録だけしか残っていなかった場合、それを削除してよいか確認メッセージが表示されるよ。続いてはコピーアイコンね。履歴全体をテキストとしてクリックボードにコピーするものだね。メモや合計欄の内容もコピーされるよ。メールやメモ帳向きの内容ね。他の計算機に貼り付けることはできないわね。次の A、B というアイコンは何かしら？ A は普通の計算やツイン液晶電卓の上側の計算履歴を表示するよ。B はツイン液晶電卓の下側の計算履歴だけを表示するね。 B の時には先に挙げたように一次欄の後ろに B マークが表示されるのね。次の虫眼鏡アイコンは検索ね。そうだね。履歴項目のメモ欄を対象にして絞り込み表示を行うよ。入力欄をタップすると過去の入力履歴やメモ欄に入力されている内容が候補として表示されるから、無理に手入力する必要はないよ。最後のオールアイコンは絞り込み条件のクリアね。このボタンは上のメニュー内に含まれていた項目と同様、絞り込み条件を全てクリアして元の表示に戻すものだよ。最後に画面の一番下の合計などエリアの説明ね。この欄には初期状態ではサムとして合計が表示されるよ。三角ボタンを押すことでこの欄の表示内容を切り替えることができるのね。初期状態のサム以外に切り替えると各履歴項目に偏差や偏差値が表示されるようになるよ。履歴の表示を計算機で絞り込んでいたり、メモリストを使うのであれば役に立ちそうな項目になるわね。初期状態の表示の全ての計算機からの履歴を表示をしている時には正直あんまり合計などエリアは役に立たないで。そもそもそれぞれの計算機が計算履歴を記録するかどうか、設定画面の計算タブの中から選択することができるよ。特定の計算機は雑用の計算しかしないから履歴に残さないといったことができるのね。以上がこのアプリの履歴画面の使い方なのだ。言い忘れていたけれど、計算履歴の上限は初期状態で999件まで残るわ。ただし設定画面からこの上限を制限なしに設定することもできるよ。計算履歴はデータベースに残しているから、もちろんアプリをアンインストールするまで残り続けるわね。さらに Google バックアップサービスの対象にもなるから、再インストール後にもデータや設定が自動的に戻ってくる可能性があるよ。バックアップはシステムによって行われて、タイミングはちょっと確実とは言えないから、全てのデータまでは戻ってこないかもしれないのをご容赦くださいね。申し訳ないけれどアプリ側からはどうにもできないのだ。それではまたおお会会いしましょう。